皆さんこんにちは。いつも使っていた声フォントが使えなくなったので、ボイスボックスというソフトを使ってナレーターを入れることにしました。これからよろしくお願いします。さて今回はサムネにもあります通り、雪や雨が降ってもキャノピーがブランとならないようにするためにちょっとした骨組みを自作してみましたので紹介します。この骨組みを取り付けることで膜がビシッとなり、雪や雨の重みに耐えられるようになる予定です。今日はあいにくの天気で実験には適さない快晴です。実際に雪や雨が降った時に耐えれるかの試験はできませんが、完成形態を見る限り目的を果たせそうです。動画では天幕の煙幕デラックスバージョン2に取り付けてますが、パイプの長さを調整すれば他のパックテントにも使える仕様となってます。これを作ろうと思ったきっかけになったキャンプを少し流します。なんということでしょう。プールになってます。煙幕の全幕をつけますと必然的にキャノピーは跳ね上げたままになるわけですが、その跳ね上げたキャノピーにたまるんですよ。多分雪も同じことになると思います。冬だと中で暖房を使えますし、寝ている時にどっさり溜まって倒壊でもしたらそれは大惨事になると思います。ってことでこれを防止するために作ったわけです。この後この骨組みを作るためのパーツを紹介しますので、皆さんもこうなる前に作ってみてはどうでしょう。材料はすべてホームセンターの農業資材コーナーにありました。まずはこれ、直管パイプ外径 19mm 長さ 4m です。これはこのままでは車に乗らなかったのでホームセンターでカットしてもらいました。次はこれ、直ジョイント外径 22mm のものです。これを使って直管パイプと直管パイプを接続します。注意としては直管パイプと同じ外径 19mm のものを買うと入らないということです。知らずに 19mm のものを買ってきて入らず買い直しました。次はこれ、ウツボ 19mm 用です。これは直管パイプの先端に取り付け、膜に付属のポールに引っ掛けられるようにします。取り付けるとこのようになります。次はこれです。 T バンド 22mm 用です。これは写真のように直ジョイントにつけることになりますので 22mm 用です。材料はこれで終わりですが、このパイプカッターもあると直管パイプの長さ調整が簡単に行えます。現地での微調整に最適です。最後にこれらを仮組みするとこうなります。溶接の技術を持っていないので、このように既成のパーツを組み合わせることで目的の形にできてよかったです。実は他にもパーツを作ってありますので、実際に雨や雪が降る中で不具合があった場合には他の組み合わせも試してみようと思います。何にせよこれで雨や雪の中全幕を使うことができるようになりました。ぜひ皆さんも作ってみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。